ワイラ。巨大な牛のような体に獣の頭、太く鋭い一本のかぎ爪を生やした前足。下半身は杉の木の奥に隠れて見えない。その名と姿だけが書き残された謎の妖怪である。石燕が参考にしたとされる絵巻物、百回図鑑や化け物尽くしにもその姿が描かれているが、やはり下半身は描かれていない。化け物尽くしを取り上げた文章には、このワイラをガマの変形らしい緑色の怪物と表現するものがある。化け物尽くし絵巻によっては、ワイラを牛飼図として紹介するものもあり、その鱗のように描かれた斑点模様、緑色の肌、ぶよぶよとした体つきに這いつくばった姿を見ると、カエルの化け物のようにも見えてくる。近代の書物には、ガマが年を経て霊力を得、妖怪化したものであると説明するものもある。説明が添えられるものも少なくはなくなったが、いずれもその出どころは不明である。山奥に住む妖怪で、土を掘ってモグラを食べる。これは妖怪ではなく、珍種の動物だという説もある。ワイラのオスは土色で、メスは赤いそうだ。どちらも前足2本に1本ずつの鋭い爪が生えている。ワイラはいつも山中にいて、ふもとには出てこない。茨城県の野田玄斎という医者がワイラの姿を見た。ワイラは土をサクサク握ってモグラを食べていたという。ワイラ妖怪についてはまだ詳しくは分かっていない。ライオンとクマのような体、手足にワシのような鋭い爪を持っている。また2つの羽もあるので、一体鳥なのか猛獣なのか見分けのつかない妖怪だ。普通は山の奥の岩の穴の中に巣を構えて鳥や獣などを食べているが、腹が減ると人間を襲って骨まで食べ尽くしてしまう。熊に似た体つきをしているが、足にはワシのように鋭い爪があり、その上、背中には2枚の羽がある。体長は5メートルに達し、普通は山奥の岩穴に巣を作って、鳥や獣を取って食べている。ところが、冬になって山奥に食べ物が少なくなると、雪雲に乗って人里近くに舞い降り、人家を襲う。ワイラが家畜や人間を襲うときは、骨一本残さずに食べ尽くしてしまうと言われている。古い絵巻物で下半身が描かれなかったために、翼を生やしたワイラも現れ始めたようだ。仏教には、金剛力士と同じ起源を持つとされる主金剛神という守護神がいるが、これをワイラと呼ぶ仏典がある。このワイラ、主金剛神は、煩悩を砕き、魔を打ち砕く密教法具、独孤書を掲げており、これを妖怪ワイラの一本爪に見立てているという見方もある。薬師如来の守護神、十二神将のハイラ大将も弓矢を持つことから、その名前と一
本の刃という点では共通し、神仏を守護する存在として描かれたのかもしれない。また、歪来という言葉もあり、その場に恐れかしこまるという意味がある。歪らの姿を見れば、その場でひれ伏しているようにも見える。いずれにしても考察の域を出ることはなく、この歪らの謎は解けない。しかし、この謎の妖怪と対で描かれた妖怪がいる。妖怪おとろしである。次回おとろし。